はようございます。ハシビロコウくん。シマロゴ。おはようございます。あ、これ違うな。おはよこれうちじゃない。う。おはよ違う斉藤さんで。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。う。おー、危ない、危ない。よいしょ。誰か手ぐってペグってるよね。カンカン言ってる。あー、いい気温じゃあ。ね。おお。ありがとうよ。悪いな。あとは2個メリのボックスとか。2個メリのボックスと2個メリと私のカバン。それどかしたらさ、外で乾かしたテント中入れとくわ。これはハルピンの。うん。後ろハルピンの席の後ろぐらいに置いときたい。とりあえずここでいい。はい。もう2個メリって言うとさ、これどこだっけ？いやなんか足場にしてた。後ろでいいんだよね。後ろっていうか道の途中。2個メリも入っちゃう？ 2個メリも入っちゃう？ 2 個メリ行く？一緒に行く？入っちゃう？あ、おいで。小刻みの木。ねえ待って。ねえさ、おむつおかしくなってないそれ。ねえおむつおかしい。あれ？おめえりおいで。2個が大暴れするから取れちゃうんだよね。なんかすごい、ドタドタ言ってるけど。2個よっと。どうですか？感じ。はしゃいでる。あらいいじゃんライオンキングくん。いいね。暖かいね。窓があるから日が入ってくるね。うわちょっと待ってて。よいしょ。重たい。これはいらんよね。まあどうだろうね。寝心地悪いなら入れとこうかな。いや。あったけ。はい、大丈夫か？大丈夫だよって。入れるよね。準備できた？準備できた。カート持ってった方がいいかな。あ、助かる。ねえ、2個。あら、これ大好き。楽しそう。メリーはあんま乗り気じゃないの？そうですね。いきますよ。いきますよ。ハーハーしちゃった。はしゃぎすぎ。ということでですね、はいこちらのバーストナー、戻ってきました。旅をね、途中で断念して、そこからすぐにいつもの OF さんの方にはい。預けていたんですけども、結局何が悪かったかっていうところなんですけど、はい動画の中でも言ってましたけど、ファンベルトがもうキュル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 って滑っちゃっていて、もう走行にちょっと支障が出るぐらい、音がもうね、誰もが振り返るぐらいの音が鳴ってたので、本来は一応ね、これフィアットの車なので、フィアットからファンベルトの部品を取り寄せる予定だったんですけど、それがいつ来るかわかんないっていうことで困ってたんですよね。OF さんの方で国産のベルトでサイズが合うものを探していただきまして、はい。なんとかつけていただくことができました。ありがとうございます。ありがとうございました。費用もお安く抑えていただいて、本当に助かりました。ねちょっと問題だった部分は治ったっていうことになります。はい。ベルトが慣れてくるまで音が鳴る可能性があるとは言ってたんだけど、そしたらまた言ってくださいっていう感じではありましたが、でも引き取って戻ってくるとき何でもなかったし大丈夫だと思います。またね、ちょっとめげずにどこか旅にリベンジしたいと思っております。はい。で、今日は鳴らし運転というか遊びがてら鳴らしそういう鳴らすじゃないからなんないけどな。近場で遊びに行こうかなと思ってるんですけど、やったー。はい、ちょうどね OF さんの方に出す機会もあったんで、はいちょっとパワーアップしました。こちらいいよ、普通にここにいて、ここに近い。知ってる？ここ横にねトランクルームがあって、一応ここにバッテリー系が入ってるんですよ。この下、これが今あるバッテリーで、ただこれがね鉛のバッテリーっていう種類なんだって。リチウムイオンバッテリーって最近よく言うじゃないですか。こういうやつですね。あじゃなくて鉛システムで、古い
らしいんだよね。これはもともとついていて、ただこれってコンセントが使えないんですよ。インバーターっていうのがついてなくて。で、もともとパワーもそんなあるものじゃないから、このままなんだけど、いつかゆくゆくリチウムに変更はしたいんですけど、ちょっと費用とか、ちょっと大掛かりになるとかっていう関係で、なかなかまだね、手が出せないってことで、今回ちょっとやりたいのは、はい。こちらの、まあ出てますけど、ブルーティー。はい。前に動画で紹介しましたけど、ブルーティーのバッテリー、それからエブリーにもうちつけてるんですけど、これつけました。ブルーティーさんの走行充電器。ブルーティーの走行充電器が良すぎて、おー。それで、キャンピングカーにもつけちゃいました。これがあれば、こういうポータブル電源たちを走りながら充電ができるんで、もうそれで旅は賄えるんじゃないかなっていう作戦です。はい。 4F さんでね、これつけていただいたんで綺麗に。ありがたいですね。ありがたい。もうちゃんと、このボンネット。ハルピン、ボンネット開けれますか？ボンあれボンそこクイって真ん中やんないとね。ここら辺にさ、これあ、そう。上げて、これでもうちょっと上。はい。エブリィの走行充電もブルーティーだった。そうですよ。おエブリーはこのメインバッテリーが結構簡単なところにあったんで、つけてましたよね。そう自分でつけれたんだけど、これはちょっと見て。奥の方につけなきゃいけないとこがあったりで、はい。あとこれね、これはつけてもらったやつなんだけど、おで、これをさ、どうやって向こうに持ってくんだっていうな感じじゃん。はい。この配線をここにつけるまではいいとしても、うん。この配線をこっちにぐるーっとはい。中を通して、へえ。ここまで持ってきてもらってるわけよ。どうやって通ってんだ。そう、だからちょっと僕には無理だと思って、はい。 4F さんの方に頼んじゃいました。はい。へえ、むずっ。そう、でもこんな綺麗につけてくれて、本当ですね。ここに充電器のブレーカー、これね。おーい、緑の。はい。あれを上げて、はい。これがつけてもらったやつなんで、うん。今 95%。うん。なんで、ここに挿しといて、はい。あとエンジンかけるだけでうん充電ができるっていうやつですね。うんうんうんちょっとかけてみようか。はい。今、点滅から点灯に変わったんで、はい。これで、来ましたはい、ここに充電が来るはずです。あ、来た。こんな550ぐらい充電するから、すごっ。結構すぐね、走ってるといっぱいになる。やっぱ走行充電あれば強いですね。ほんと楽。走りながらも充電できてるし、これで。うん。よっ。これで電源たちをこう、もう常設でつけておけると。こんな感じでつけておいて、うん。で、これが、ブルーティーのこのエリート200。はい。これは2000ワット級の、方なんで、これが一応車の中のメインバッテリーとして使っていくはい。感じですね。これがちっちゃい方。うん。オーラ80。これは768ワットアワーのはいバッテリーなんだけど、これはキャンプとか、あと車内とかでパソコンに使ったりとかするんだけど、これも充電しておきたいから、例えばこのパターンだと、ここにこの普通の充電コードをはい。挿して、で、こっちからもらうっていう普通にほうほかけると、まあ、普通に充電される。う。はい。こんな感じです。なるほど。ああ、すごいこれでね、走っておくとだんだん溜まっていくよっていう感じなので、基本このシステムで旅はいけるんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっと他社さんのバッテリーをプラスで足してもいいかなと思うんだけど、エアコンとか使わなければ全然これでずっと持つね。なんかね、例えば去年和歌山の方にエブリーで旅行ったんだけども、はい。その時はね、このブルーティーの充電器やってなかったんですよ、まだ。だからこの2000ワット級のバッテリー積んでいったんだけど、それでもやっぱなくなっちゃうんだよね。足らなくなっちゃう。結局2日3日に1回は電源サイト行くとか、そうそう。 RV パークの電源使いに行くとかしないといけなくて、結構ね不便なんだよね。こう長期で旅する場合はやっぱり走行充電絶対的に必要だと思うんで、でこのブルーティーのチャージャー1っていうね、まあ、どんな車でもつけれるから、エブリー軽自動車だけど軽バンにもつけれるし、こういうキャンピングカーでも動かせるし、ハイエースとかね、そういう車でも使えるっていうのがすごい良くて、ブルーティーを選んだ理由は端子がこれなんですよ。この端子って結構どのメーカーでも充電ができる。
っていうのが良くて、もし合わなかったとしても、ソーラー発電とかで使う端子もここにあるから、ここから別のソケットというか端子に持っていくと、買い替えて使うと対応できるから、まあ本当、びっくりした。充電できないものがないっていうぐらいね、はい。充電パワーも560ワットぐらい出るんで、全然ね、心強いです、これがあるだけで。素晴らしいですね。もうちょっとこのシステムが良すぎて、こっちにもね、走行充電システムをつけてしまいましたという。あとはね、ベルトも直ったんで、近々新しい旅に出たいなと思っております。今度は無事に行ってこれるんでしょうか。行ってこれるんでしょうか。ね、前はね、山の上り坂をずーっと行ってたら、音がし始めちゃったから、まあでも治ったから大丈夫だと思うんだけど、このね、ブルーティーのシリーズ概要欄の方にですね、リンクつけておりますので、特典とかも用意いただけるのかもしれないから、ぜひぜひチェックしてみてください。費用もね、チャージャー1、走行充電器、結構安くできますので、まあ工賃かかっちゃうとあれだけど、自分でつけれるよっていう人は、結構リーズナブルに使えますんで、バボだ。で、繰り返しですけど、ブルーティーじゃないポータブル電源も充電できるから、つけといてね、損はないと思ってます。なんて心の広いブルーティー。そうなんですよ。だからここに、いつも使ってるエコフローとかのバッテリーをプラスしていくと、もう最強かなっていう確かに感じですね。もう1泊2日とかだったらもうこれだけで大丈夫ですけど。はい。はい。そんな感じです。ありがとうございます。はい。ちょっとじゃあ、今日はね、フラッと遊びに行きたいと思います。試しで。はい。あと、どうした？お酒飲めるんですよ。俺。健康診断が終わりました。あ、私も終わりました。いいよ。二人とも終わりました。はい。なんで、一応4ヶ月ぶりにお酒が飲めるので、ちょっと戻ってきたら、お酒飲もうかなと思います。行ってきます。いきまーす。風すご。さっき強風注意報って書いてあった。あ、書いてあったじゃない、言ってた。風？うそんな強かったっけ朝？ん。いや、うちの方はそうでもないけど。あー、ちょうどいい気温すぎて寝れる。世の中は今日からゴールデンウィークです。みんなどこ行くんかな。今年の海外旅行の人口は、前年に比べて何%か減ってるらしいですよ。物価高って言ってました。なんなら国内旅行も高すぎてちょっと減ってるって言ってまあ、した。そう。いけないよね。なかなかニコメリとホテル泊まりたいって言っても結構だもん。結構するよね。だからやっぱこういう生活の方が安心して旅費を節約して食べたいものやお土産を気にせず、お金を使えるっていうのはいいですよね。まあ人によると思いますけど、ゴージャスなホテルに泊まりたい方もいらっしゃいますが、うちらはうまいもんが食べれたらハッピーだよね。道の駅富士川やっぱり富士川下がるんですね。あ、テトラポットテトラポット登って。あ、なんかやってる。あ、なんかやってる。フリマ？食べ物キッチンカーもいっぱい出てるじゃん。うわー、これでいいじゃん。これでいいじゃん。あ、でもやっぱりなんかいろいろ雑貨も置いてあるよ。あ、そうなん。山梨ジビエとか。へえ。あら、よかったね。メイちゃん着いたよ。お手手やんないよ。メリちゃん。メリー、お散歩行く？お散歩行く？お散歩行くか？分かったよ。行こう。おいで、行くよ。あれ入れる？めいめい。はい、首輪とリードです。
ドッグランあるならそこでもいいけど、本当に風が急に吹いてきたね。風がすごいね。2個は歩く。わあ、ガタガタ乗らないでしょ。乗らん乗らん。行って行って行こう行こう。はい、歩きたいでしょうが。2個見て、だっていろいろ売ってるよほら。乗りたいのもこんにちは。乗りたいの。ワンちゃんのおやつ。ご試食だって。試食をバクバクと食べるうちの子。なんかいっぱいあるよ。いっぱい、あ、ガパオライス大好き。タコライスもある。カオマンガイもあるよ。へね、美味しそう。うわうまそう。これ何これ。タンドリーチキンライス。うわ、絶対美味しいじゃん。あ、すごい。すごい。炭焼きしてる。美味しそう。すごいね。楽しい。なんか久しぶりにこういうところに来た。これもおにぎりだ。ね、おにぎり屋さん。すげえ。南蛮味噌。ドッグランがめっちゃ遠かったから、とりあえずここで2個を疲れさせる。用意どんしといでって言ったら、メリーが向こうにいるから。どこだよ。おいで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 。おかえり。見失ってた。あー、ぐいぐいじゃん。メリー。ねぐいちゃん、あ、いいねいいねいいね。ジャックチなんだっけ？タンドリー。タンドリーチキンライス。ハルピンのは顔が満貝です。カオマンガイ。ドゥン。パクチーたっぷり足すスープ付き。いただきます。ドゥン。いいなスープ付き。一緒に飲もう。いただきます。エアコンしてる？もしや。下もうそんな時期ですか？クーラーつけた。すぐでも涼しく暖ない？房からエアコンの季節に。それを閉じたらいいかもね。これがやっぱ暑いよ。そっちだ。この季節はもう閉めといた方がいいね、これね。ああ、確かにこの日が入ってくるから、うん暑さが倍増するっていうのそうそうそうがあるかも。横とかも全部。ね。いただきます。いただきやす。まあまキッチンカーってうまいな。わかる。キッチンカーのご飯って本当美味しいよね。なんだろうね、やっぱキャンプ感出るんかな。すごい面白い人だったの、店員さんが。うんパクチーどうしますかって言って、うんパクチー入れてください。了解ですって言って入れて、くっさーって言ってた。え、パクチー苦手なんですかとか言ったら、ん大嫌い、美味しいよってありがとうございましたって。パクチー食べれない人ってどれぐらいいるんだろどれぐらいいるんだろう。それでもタイ料理は好きとかもね、うんいらっしゃるもんね、絶対。う。僕らは全然食べるんですけど、全然食べる。パクチー無理っていう人いたら教えてほしいです。なんかどれぐらい食べれる食べれないの比率を知りたい。タロちゃんは何%好き？何が？パクチー。もうこのままでザクザク食べれますの？あ、食べれません。パクチーレタス、あ、違う。パクチーサラダ。でも食べれるからね。私それはね、好んでは食べないかも。こうなってるとやっぱトムヤムクンとか、うんやっぱこの味が入ってないと足らないなっては思うけど、あ、そうなん。単体で食べるのが好きかと言われるとそういうわけではない。やっぱちょっと癖が。おいしい。うおー。まあ、なんか生姜効いてるかな。うめえ。匂いやばいよね。でも知らないじゃん。ごめんよ。でも買ったよ。君たちのおやつ、うん。鹿のチップス買ったよ。道の駅いつも夜着くとさ、全部閉まってるじゃん。お昼のイベントとかお昼にこうやって楽しんで、うん。例えば仕事もしてご飯も食べて、夜道路すくからうん。夜ちょっと早めに例えば移動して、まあそんな遅くなんないぐらいのうちに次の道の駅とかにうん。お邪魔してってしたら、ちゃんと道の駅の催し物だったりうん。レストランとかも見に行けるね。確かに。何やってんの？アップルシナモンバターのホットクレープを買ってくるからさ。
まだ食べれんの？あと牛豚バラ串とやばいじゃん。ジビエポーク串と。でもちょっとクレープ買ってくるわ。本当？なんでそんな嫌いになるのか？それおいくら100円。嘘つくなよ。どれだ？うわ、これだ、買ったやつ。そう、今日買ってきたやつ。これ嬉しいね。ずっと回ってる。高かったもんね。高かった。あ、ごめんなさい。ニコちゃん落ち着いて。やばい、くるくる病。どっか君は檻にいたんですかね。狭いとこいたんかずーねっ。とぐる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 。よし。ゆっくり。コインのような音がする。ゆっくり。こちらはタロちゃんのリクエストである焼き鳥焼き鳥。もも。はい、ありがとうございます。あとはやっぱりヘルシーに。ザーサイだ。そう、ザーサイもタロちゃんが好きだかあら。これは買ってきて、あとサラダ。ニュー焚き火屋。はい。ちょっと味が変わったって言ってて、そうなんですか。うん。年始ぐらいに届いてたんだけど、うん俺禁酒中だったんで、しまっておりました。4ヶ月ぶりのお酒を飲んでいこうと思います。いやよいしょ。ー。おう、いけそう。ちょっといきなりスピードアップするとそうなるじゃんか。なんでいきなりスピードアップしたんだよ。いけんなこれと思って。行ってまえみたいな。でもうまいじゃん、私。あ、いいね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 。おーっとっとっと。あれさっきの私の方がうまいじゃん。いやいやいや、泡が荒いじゃん、ほら。まあ。今年の健康診断終わったんだけど、まだ結果出てないんで、そうだね、言ってた肝臓のはい。数値ね。数値ね。あと、コレステロール値とか、脂肪肝とか、ですよね。はい。私はまたちょっと違うところなんですが、おそらく引っかかっているんではないかという。まあ、それはお酒とかじゃないもんね。そう、もうね、そう、3ヶ月おきにそれこそずっと検査はしてたんで、こっちでも病院には行くんですけど。うん。この家で初めてお酒を飲みます。そうだね。はい。お疲れ様でした。さいの。才能タロちゃんお疲れ。おー。濃くなった？ちょっと、後から苦味が結構くる。苦味が増した。これは俺がお酒を飲んでなかったからちょっと苦味が強く感じる？苦味強み苦味強め？強め。でも私もビール、こういうのは結構間が空いたからわかんないです。ただ苦味は前の焚き火屋より強い気がします。うまい。うん。なんか、すごい来る。ドーンって。これはこれで。回ってる感ある。うん。でも、思ってたほどの、うわ、しみるって感じではなかった。やったーアルコールだーみたいなのはないってこと。ただ美味しい。でも、そうね、ちょっとこう、カーッとする感じ。カーってするよね。そう、なんかやっぱり減らしたからか、カーってするようになったの。一杯目が一番。でも、うまい。うまい。いただきます。ぜひ皆さん、焚き火屋を飲んでみてください。御殿場のビアゲンビレッジ。はい。いつもね、うん。遊びに行かせてもらってます、ビアゲンビレッジのコウスケさんうん。とのコラボで作ったやつなのでね、イメージとしては、うん。キャンプとかでうん。富士山、うん僕らやっぱ好きでよく行くから、うん。富士山と焚き火を眺めながら飲みたいビールっうん。ていうテーマでそうなんだよね。作ってもらいましたね。そのパッケージもね、はいすごい可愛い。禁酒を心がけてる4ヶ月だけど、はい。の禁酒一時でもこうやろうって思っている人へのメッセージとしては、どういう面持ちでやった方がいいんでしょうかね。気持ち自体はうん1ヶ月ぐらいで慣れる。もういいや、別に。まあいいやとは言うわけじゃないけど、飲んでなくてもストレスにはならないというか、飲みたいみたいなのはあんまなかったかな。そういうみんなで飲む場に出てても、うん。問題なくうん。なんかプラスなことを考える。車で行けるとか、好きな時に自由に帰れて。車で帰れるしとか、うん。わざわざ泊まってこなくても、うんうんうん。夜中でも何でも帰れるしとかって考えたり、確かに。まあどこにでも飲みに行けて、飲みにっていうか居酒屋も行けてうん。便利だなとは思うけど、まあでもほとんどの
都会とかにね、住んでる人はどういう手段でも帰れるからね。そうね。あれだけども、まあ、体はでもやっぱ、ちょっとは健康になれるって思うと。軽くはなる。体調もまあ良くなる。なる。思ってたのと違うっていうのが2個あって、睡眠も取れるから、いくらでも寝れるっていうのと、朝もなんか学生みたいな。もうまた寝たいですみたいな、もういくらでも寝れちゃうっていうのと、あと、お酒やめると痩せるよってよく言われてるじゃん。僕はあれはなかった。その分食べてたからっていうのが結果だけど、お酒をやめてるからっていうのをいいことにおやつとか食べちゃおうみたいな、夜お米食べちゃおうとか、そういうのを自分ルールで許しちゃったりしてたから、それでむしろちょっとリバウンドしたよね。2キロぐらい戻った。やっぱ人はバランスが大事ってことですよね。結果何かをドーンってなくせば何かで埋めようって思ってしまうから。そうね。だからこのほどほどができない太郎ちゃんだったからこの方法だったんだけど、ほどほどができるんだったら別にバランスでいいかもしれないよ。そうだね。結局ほどほどはできないから、まあ家はいいんですよ。こう、2人でしっぽり飲むはできるんですけど、なんか友達とかとグルキャンとかやってると楽しくなっちゃっていっぱい飲んじゃうんだよね。気づくとめっちゃ缶が空いてたりするよね。まあそれはあんま良くないなと思ってるし、だから日頃のお酒を飲む日数を減らそうかなと思う。回数を減らす。普段あんま飲まないようにするとか、人と居酒屋行ったら飲むけど、とか、なんか自分なりのルールを決めてやろうかなと思う。あとだんだん年も取ってきて、お酒飲むとグダグダになりやすくなるから、イベントとか仕事してる時とかは極力飲まないようにしようかなとは思いますけど、ノンアルでキャンプとかを過ごすっていうのも身についたから、ノンアルでいいんじゃないかなって選択肢もちょっと今後は出てきてもいいかなみたいな。なんかそれがなんか嫌だなって思ってたんだけど最初。何したらいいんだろうってね。お酒飲まないでキャンプするなんて何すんのって思ったけど、いや、意外とすることはいっぱいあって。ねえ、結構普通に、私も一緒にね、合わせてノンアルだったけど、普通に時間ないぐらい目いっぱいキャンプしてたよね。それこそ写真撮ったりをね、集中してできるし、本当はね、酔っ払って写真撮るのも好きなんだけど、なんかテンション高くなるよね。でもね、やっぱ疲れるからね。そう、結局次の日結構ね、疲れるなとか、やっぱ自分で重いなって、やっぱ思うから、そういう体調の管理はすごいだから、アルコールがないっていうのは楽。次の日が楽。全然違うもんね、やっぱ。飲んだ全然違う。次の日の。でもうまい。うまいわ。よかったね。頑張りましたね。頑張った。タオルちゃん。4ヶ月。すごいよ。人生初だよ。4ヶ月飲まないなんて。必ず付き合いの中にお酒が入ってるから、若い時はそんな飲んでなかったんでね、やっぱり。25歳ぐらいから酒の付き合いとか増えてきて、そのあたりから週1回は飲んでたと思うんだよね。土日とか休みがあるじゃん。休みは絶対飲んでると思うし、まあこんだけアルコール抜いたの初ですけどね。そんなもんかって感じ。いいと思うよ。リフレッシュには。年始からお酒を断ったんで、バーストナーを買ったのも1月末ぐらいなんですよ。だからバーストナーでも俺お酒飲んでないのよ、まだ。バーストナーのリビングでお酒も飲みたいよね。まあ、今後も気をつけていきながら楽しんでいきたいです。まあ、あとは健康診断の結果が出て、またそれでどう判断するかっていうのもあると思うし。それで変わってなかったらもう、はい。ということで、なんか長回ししてたらカメラが落ちたんで、この辺で終わりたいと思います。またね、バーストナーの方が治って戻ってきてくれたんで、旅の方もリベンジ企画しようと思いますので、はい。その時は動画見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。チャンネル登録の方もしておいてもらえたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さよなり。斉藤でした。あざした。あざした。顔が赤い。結構、酔ってるもん、もう。酔ってるってわかる。燃費よし。いい感じで完璧。